写真の中に閉じ込めていたものが、写真が消えた今、行き場を失って、私に向かってきている。ガイドの言葉が、頭の中で繰り返された。2025年5月、ミャンマーのマンダレー王宮、その東翼の封鎖された回廊で、私は立ち尽くしていた。シャッターを押した。たった一度だけ、画面に映し出されたものを見た瞬間、指が震えて、スマートフォンを落としそうになった。空中に、人の形をしたものが浮いていた。一つではない。数えようとした。10、20、それ以上。形は人間に似ているが、足がなかった。顔だけが、こちらを向いていた。ガイドが言っていた言葉が、耳の奥で蘇った。ここは撮影禁止です。理由は聞かないでください。と、彼は目を合わせなかった。それがどういう意味なのか、私はその時、ようやく理解した。写真は翌朝、消えていた。アルバムを開いた。ファイルそのものが、存在していなかった。削除した記憶はない。バックアップにも残っていなかった。まるで最初から、何も撮っていなかったかのように、ただ、夢だけが残った。毎晩、あの顔たちが現れる。足のない、声のない。それでも確かにそこにいる。何十もの存在が、あの東翼に、私はなぜ足を踏み入れてしまったのか。王宮には、観光客が知らない歴史がある。封印された理由がある。次は、その場所そのものについて話す。2025年5月、ミャンマーのマンダレー。私がその場所に立ったのは、旅の3日目の午後だった。マンダレー王宮は、1857年に建設された。ビルマ最後の王朝、コンバンアサの聖地だ。現存する城壁の規模は、東南アジアでも最大級に数えられる。観光客が足を踏み入れられるのは、西側の一帯だけだ。整備された石畳、案内板、写真スポット、そういった許された場所だけが開かれている。東翼は違う。城壁の東側に連なるその区画にはフェンスがある。錆びた金属製の低いフェンスだ。高さは腰ほどしかない。越えようと思えば誰でも越えられる。それでも誰も越えない。地元の人間は近づきさえしない。私を案内してくれたガイドの男性は、名前をティンという40代の物静かな人物だった。彼は初日から一つのことを繰り返し言っていた。東には行かないでください。理由を尋ねると、彼は少し間を置いた。あそこにはまだいるんです。と、彼は小さな声で言った。1885年の戦争で亡くなった人たちが、1885年、イギリス軍がマンダレーを占領した年だ。コンバンアサは滅び、最後の王は追放された。王宮の東翼では、数百人が命を落としたとされている。正確な記録は、残っていない。その話を聞いたとき、私はまだ軽く考えていた。歴史的な悲劇は、世界中にある、特別なことではないと、そう思っていた。しかし東翼の前に立ったとき、空気が変わった。西側とは、明らかに違う。音が、ない。鳥の声も、風の音も、石畳の向こうに続く薄暗い回廊は、光を飲み込むように沈んでいた。湿度は高いのに、肌に触れる空気だけが冷たかった。私はそこで、初めてカメラを構えた。シャッターを切ろうとした。その瞬間だ。ファインダーの中に何かが映っていた。輪郭のような、揺らぎのような。確かめようとすると、消える。目を離すと、また現れる。それが何なのか、この時はまだわからなかった。次に訪れた時、私はその正体を知ることになる。IMG、夕暮れのマンダレー王宮。東翼フェンス越しの薄暗い回廊。廊下の空気が変わった。湿気は確かにある。なのに、首筋だけが冷たかった。汗が引くような、
あの感覚。体温を奪うのに、風はない。私は立ち止まった。足元の石畳を見た。苔が薄く広がっていた。何十年も人が踏んでいない証拠だ。それなのに、前方から音がする。かすかな摩擦音。布が石の上を滑るような。あの音。私は耳を澄ませた。聞こえる。止まる。また、聞こえる。規則的ではない。でも、確かにある。ガイドの言葉が、頭を誤った。この先は、入ってはいけない。あの時の彼の目、真剣だった。恐怖ではなく、警告の目だった。匂いがした。線香でも、花でもない。もっと古い、湿った布のような匂い。それが、どこからともなく漂ってくる。出口方向ではない。奥から、来ている。私はカメラを握り直した。手が、少し震えていた。緊張のせいだと思った。この時は、まだそう思っていた。壁を見た。石の表面に、彫刻が続いている。王族の行列を描いた浮き彫りだ。説明版によれば、19世紀、マンダレー王朝最後の映画を刻んだものだという。一体一体の顔が、こちらを向いている。いや、向いていた。最初に見たとき、全員が正面を向いていた。確かにそうだった。でも今、一番端の人物が、横を向いている。彫刻が動くはずない。光の加減だと、自分に言い聞かせた。足を、一歩踏み出した。その瞬間だった。温度が、落ちた。急に、数秒の間に、体感で5度は下がった気がした。息が、白くなる手前のような冷気。真夏の5月に、それはありえない。視線を感じた。背後ではない。上だ。天井を仰いだ。暗い。梁が交差している。その隙間に、何もない。当然、何もない。でも、見られている感覚が消えない。頭の奥に刺さるような、あの圧力。私は、もう一度カメラを構えた。画面越しに見ると、現実より少しだけ鮮明になる気がする。そう思っていた。だから、シャッターを切った。確認しようとした。画像を開いた。そこに映っていたものを、私は今もうまく説明できない。ただ一つ、言えることがある。私は、文明に見た。もう一度、見た。画像を開いた瞬間、指が止まった。画面の中に、何かがいた。空中に、浮いていた。一つではない。二つでも、三つでもない。数えることができなかった。10を超えていた。それ以上かもしれない。人の、形をしたものが、宙に並んでいた。足がない。影もない。ただ、浮いている。私は画面から目を離せなかった。体が、動かなかった。息を吸うことも、忘れていた。心臓の音だけが、耳の奥で大きく響いていた。ドクン、ドクン、と、まるで、警告するように、2025年5月、ミャンマー、マンダレー、あの東島の、封じられた回廊、ガイドが、絶対に入るな、と言った。あの場所で撮った一枚だ。シャッターを切った時、私には何も見えなかった。柱と、壁と、差し込む薄い光だけがあった。人の気配など、どこにもなかった。それなのに、画面の中には確かに、いた。ゆっくりと、スクロールした。画像を、拡大した。顔が、あった。はっきりとした顔が、目があり、口があった。こちらを、向いていた。全員が、私の方を見ていた。レンズを通して、私を見返していた。体の芯が、消えた。熱帯の夜だというのに、皮膚の下から冷たくなっていく感覚があった。汗が、背中を流れた。寒いのか、暑いのか、もうわからなかった。膝が、震えていた。声を出そうとして、できなかった。喉が、塞がれているようだった。足を動かそうとして、地面に張り付いているように感じた。スローモーション。
という言葉がある。あの瞬間はまさにそれだった。時間が引き伸ばされていた。1秒が何十秒にも感じられた。私はただ画面を見ていた。画面の中の彼らも私を見ていた。どれくらいの時間が経ったのかわからない。気づいたとき、私の手は震えていた。スマートフォンを落としそうになって、両手で握り直した。深呼吸をしようとした。できなかった。肺が縮んでいるようだった。写真は全部で7枚あった。7枚すべてに彼らが写っていた。同じ場所に、同じ姿で、ただ、枚数を重ねるごとに少しずつ近づいていた。カメラに近づいていた。私に近づいていた。最後の1枚では最前列の顔が画面いっぱいに広がっていた。その目が笑っていた。口元がかすかに動いているように見えた。何かを言おうとしているように。私はその瞬間、画像フォルダを閉じた。でも、遅かった。あの顔は、もう私の中に焼き付いていた。目を閉じても、見える。まぶたの裏に、刻まれていた。翌朝、写真はすべて消えていた。でも、それはまだ、始まりに過ぎなかった。翌朝、目が覚めた瞬間から、何かが違った。空気が、重かった。ホテルの部屋は、昨夜と何も変わっていない。カーテンも、荷物も、テーブルの上のペットボトルも、全部、そのまま、なのに、息が、しにくかった。私はまず、スマートフォンを手に取った。写真フォルダを開く。空だった。昨日まで確かにあった。あの写真たち、浮かぶ人影、笑う顔、画面いっぱいに広がった目、全部、消えていた。削除の痕跡すら、ない。まるで、最初から何も撮っていなかったかのように、私は、ゆっくりと起き上がった。シャワーを浴びようと、バスルームのドアを開けた。鏡がある。その鏡に、私が映っている。当然だ。普通のことだ。でも、私は動けなかった。鏡の中の私の、肩の後ろ、そこに、誰かが立っていた。振り返った。誰もいない。また鏡を見た。いた。白い輪郭だった。顔は、ぼやけている。でも、確実に人の形をしていた。そして、その形が、ゆっくりと、私の方へ傾いてきた。私は声を出せなかった。喉が、凍りついていた。その瞬間、声が聞こえた。低く、かすれた声。日本語ではなかった。でも、意味は、わかった。返せ。そう、言っていた。体が震えた。足が、床に張り付いたように動かない。心臓の音が、耳の中で鳴り響いている。私は目を閉じた。3秒、5秒、10秒、目を開けた。鏡の中に、私だけがいた。バスルームを飛び出して、ベッドに座り込んだ。息を整えようとしたが、うまくいかない。手が、震えていた。あれは、幻覚じゃない。寝不足でもない。あの王宮で、私は何かを連れて帰ってしまった。写真の中に閉じ込めていたものが、写真が消えた今、行き場を失って、私に向かってきている。そう確信した。ガイドの言葉が、頭の中で繰り返された。通ってはいけない。あの時、もっと真剣に聞くべきだった。夜になっても、眠れなかった。目を閉じると、あの鏡の中の輪郭が、浮かんでくる。そして翌朝、また現れた。今度は夢の中ではなく、目が覚めている時間に、それが、毎晩続くようになった。ミャンマーから帰国したのは、2025年5月の終わりだった。日本の自宅に戻り、荷物を解いた。いつもと同じ部屋、いつもと同じ匂い。それなのに、何かが違った。空気が、重かった。最初の異変は、帰国から3日後の深夜に起きた。午前2時過ぎ、目が覚めた。喉が渇いて、
台所へ向かった。廊下を歩く。その途中だった。床が鳴った。一歩。また一歩。私の足音とは別の音が。振り返っても誰もいない。電気をつける。廊下は空っぽだった。けれど確かに聞こえた。あの足音は私の後ろをついてきていた。それが最初だった。次の異変は職場で起きた。5月30日。昼休みのことだ。同僚たちが食堂へ出かけ、私だけが席に残っていた。パソコンの画面を見ていたとき、画面の端に何かが映り込んだ。人の輪郭だった。後ろを向いた。誰もいない。オフィスは静まり返っている。もう一度画面を見た。消えていた。気のせいだと思いたかった。思い込もうとした。でも、その日の夜、私はスマートフォンのカメラを何気なく起動した。インカメラが開いた。私の顔が映る。その背後に白い霞のようなものが揺れていた。シャッターは押せなかった。指が動かなかった。カメラを閉じて毛布をかぶった。心臓が耳の中で鳴り続けた。三つ目の出来事は6月の最初の週末だった。一人で食事をしていた。夕方の6時頃、テレビをつけていた。ふと、食卓の向かいの椅子を見た。椅子が引かれていた。朝、片付けたはずだった。テーブルの下に揃えて、押し込んでいた。誰も触っていない。私しかいない部屋で、椅子が一つだけ、外に出ていた。まるで、誰かが座っているように、私は箸を置いた。立てなかった。声も出なかった。あの王宮で見た、宙に浮かぶ人の形、写真から消えたはずの、あの輪郭たち、ここに、いる。写真が消えた夜から、私はずっと一人ではなかった。ただ、気づいていなかっただけだ。そして気づいてしまった今、一つの問いが頭から離れなくなった。一体、あの盗欲に、何が封じられていたのか。IMG、マンダレー王宮の古い文献を照らすランプの光。私は眠れなかった。箸を置いた。あの夜から、椅子に何かがいた。あの瞬間から、頭の中で、一つの問いが回り続けた。盗欲に、何が封じられていたのか。翌朝、私はホテルの部屋で、スマートフォンを開いた。写真はすべて消えていた。それでも、指が動いた。マンダレー王宮、東翼、封鎖、理由、検索結果は、ほとんど出てこなかった。ミャンマーの観光情報、王宮の歴史、それだけだ。私は視点を変えた。マンダレー王宮、1885年、そこで、手が止まった。1885年11月28日、英国軍がマンダレーに入城した日、ティーボー王は捕らえられ、インドへ追放された。王宮は一夜にして、異国の兵舎へと変わった。問題は、その後だ。英国軍の記録の中に、短い一文があった。東島において、複数の兵士が原因不明の発熱と幻覚を訴えた。区画を封鎖。理由は記録しない。理由は、記録しない。その言葉が、胸の奥に刺さった。私はさらに調べた。現地の歴史研究者が書いた。ビルマ語の論文。翻訳アプリを使いながら、一項ずつ読んだ。盗欲には、かつて処刑場があったという。ティーボー王の治世、王位継承の争いで命を落とした者たちが、そこに集められた。正確な人数は、記録されていない。ただ一つ、残っていた記述があった。彼らは、王宮の土に帰ることを許されなかった。帰ることを、許されなかった。私の指が震えた。写真に写っていた。宙に浮かぶ。無数の人の形、輪郭だけの、静かな群像。彼らだ。その夜、私はガイドのウィーンに電話した。ミャンマー入りしてから、ただ一話を信じてくれた人間だ。長い沈黙の後、彼は口を開いた。
地元ではみんな知っている。でも、言わない。怖いから、じゃない。なぜ？あそこにいる人たちは怒っていないから。ただ、帰りたいだけだから、帰りたい。その言葉が夢の中の光景と重なった。浮かぶ影たちは私を襲わなかった。ただ、こちらを見ていた。静かに、ずっと。ウィンは最後にこう言った。あなたが撮った写真を彼らは見た。あなたも彼らを見た。もうあなたは知っている側の人間だ。電話が切れた。部屋の空気が変わった気がした。窓の外、マンダレーの夜が広がっている。私はただ座っていた。知ってしまった。名もなき死者たちが140年、東翼に泊まり続けていることを。そして彼らはまだそこにいる。次の夜、私は決めた。もう一度、あの場所へ行く。今度は、逃げない。IMG。暗闇の中、マンダレー王宮の東翼がぼんやりと浮かび上がる夜景。翌夜、午後11時、私は王宮の外壁に、一人で立っていた。風がない。虫の声もない。ただ、静寂だけがある。懐中電灯を握る手が震えていた。逃げない。と決めた。決めたはずだった。それでも足が動かない。東翼の方向を見る。暗い。深すぎるほど。暗い。一歩。また一歩。石畳の上を靴底が擦る音だけが響く。角を曲がった瞬間、空気が変わった。冷たい。真夏の5月なのに、息が白くなりそうなほど冷たい。IMG。月明かりの下。廃墟と化した東翼の入り口。入り口が見えた。あの日、シャッターを切った場所だ。立ち止まる。耳を澄ます。音がした。風ではない。足音でもない。人が息をするような音だ。一人ではない。複数だ。懐中電灯を向ける。誰もいない。壁だけがある。古いレンガの壁だけが、そこにある。また、音がした。今度は、すぐ耳元で、振り返る。いない。振り返った先の闇が、ゆっくりと、形を作り始めた。IMG。懐中電灯の光の中に浮かぶ。人の輪郭のような影。輪郭だ。人の輪郭だ。一つではない。二つ。三つ。10。20。壁から滲み出るように、形が増えていく。声が出なかった。喉が塞がれたように動かない。写真で見た。あの日、画面の中で見た。浮かぶ人の形を、私は確かに見た。今、目の前にある。肉眼で、はっきりと見えている。最前列の一体が、こちらに向いた。顔がある。目がある。そして、その目が、私を見ていた。IMG。正面から見つめる。無数の人影の顔。動けない。逃げなければ。頭ではわかる。体が、完全に止まっていた。最前列の影が、一歩、前に出た。また一歩、距離が、縮まる。懐中電灯が、消えた。完全な暗闇の中で、私は立っていた。気配だけが、すぐそこにある。吐く息が、聞こえる。私の息ではない。そして、右肩に、何かが触れた。IMG。暗闇の中、一人の人間のシルエットだけが残る。その感触を、私は今も忘れられない。あの夜、東翼で何が起きたのか、私が何を見て、何を聞いて、どうやってそこから離れたのか、それは、次の話になる。あの夜から、何かが変わった。正確には、2025年5月のあの夜から、眠れない夜が続いた。目を閉じると、浮かび上がる。あの東翼の暗闇が、広がる。空中に浮かんでいた。あの無数の形が、夢ではない。目を閉じた瞬間に、見える。それが、毎晩続いた。IMG。暗闇の中で目を開けたまま横になる人物。天井を見つめる構図。
鏡が見られなくなった。朝、洗面所に立つ。歯ブラシを手に取る。顔を上げる直前に足が止まる。鏡の中に何かが映っている気がして、振り返っても何もない。それでも鏡を見ることができない。今でも洗面台の鏡には布をかけている。馬鹿げていると思う。でも外せない。IMG。布で覆われた洗面台の鏡。薄暗い朝の洗面所。あの王宮の方角もわかった。マンダレーを離れてからもう日本に帰っている。それでも地図を開くと東の方角が気になる。あの場所の位置が頭にすり込まれたように消えない。夜中に目が覚めると東を向いて横になっていることがある。気づくたびに体を回す。でもまた向いている。IMG。夜中に起き上がる人物。窓の外の暗闇を見つめる後ろ姿。写真は消えた。あの遠翼で撮ったすべての画像がギャラリーにもクラウドにも残っていない。でも私の中にはくっきりと残っている。空中に浮かんだ人の形をした影たちが、それぞれがこちらを向いていたことが、前列の一体が一歩踏み出したことが、私の右肩に触れた。あの感触が消えた写真より消えない記憶の方がずっと重い。IMG。空白のスマートフォン画面。何も映っていないギャラリー。一つだけ確かなことがある。あの場所は封印されていた。長い歴史の中で理由があって閉ざされていた。私はその理由を体で知った。ガイドの言葉を今更思い出す。あそこには入ってはいけない。ただの観光ルールではなかった。警告だった。本当の警告だった。IMG。入り口に建てられた立ち入り禁止の古い看板。色あせた文字。完全に終わったとは思えない。あの夜の気配がまだどこかにある。日常の中に溶け込んでいる。ふとした瞬間に右肩が重くなる。誰もいない部屋で吐息のような音がする。振り返ると何もない。何もない。それでも確かに何かがいる。IMG。誰もいない部屋。わずかに揺れるカーテン。薄暗い空気。これで終わりなのか、それともまだ続いているのか。次の話が最後になる。完全には終わっていない。あの夜の気配がまだどこかにある。日常の中に静かに溶け込んでいる。ふとした瞬間に右肩が重くなる。誰もいない部屋で吐息のような音がする。振り返ると何もない。何もない。それでも確かに何かがそこにいる。IMG。暗い部屋の窓。外に夜の静寂が広がる。2025年5月のあの日以来、私は変わった。ミャンマー、マンダレー王宮の東翼。封印された。あの場所。シャッターを切った瞬間のことを、今でも鮮明に思い出す。画面に映っていた。無数の人の形。宙に浮いたまま、こちらを見ていた。何重もの視線。ガイドが、撮るな、と言った理由が、あの時初めてわかった。写真は全部消えた。スマートフォンから痕跡すら残さずに。でも、夢には残った。毎晩ではない。不意に訪れる。まぶたを閉じた時、あの形たちが並んでいる。音はない。ただ、見ている。ただ、待っている。IMG。薄暗い王宮の廃墟。遠くに人影のようなシルエット。私は今、この話を語り終えようとしている。けれど、本当に終わりと言えるのか、わからない。封印された場所には、封印された理由がある。何百年もの間、誰にも踏み込ませなかった理由が、私はそれを無視した。たった一枚の写真のために、その代償が、これだ。消えない夢、消えない気配、消えない重さ。IMG。
夢の中の風景、霧に包まれた宮殿の回廊、あなたに、一つだけ問いたい。もし同じ場所に立っていたら、どうしていただろう。撮影禁止の表示。ガイドの静止。不思議な静寂。それでも、シャッターを切るだろうか。人は、見てはいけないものを、見たがる。知ってはいけないことを、知りたがる。その好奇心が、何かを呼び込む。私は今もそれを、右肩の重さで感じている。あの形たちは、まだここにいる。カメラの中ではなく、私の中に、IMG、夜空に消えていく無数の光の粒。王宮のシルエット。この話は、ここで閉じる。でも、終わってはいない。